こんにちは、とみっちです。新しくキャンピングカーのチャンネル、とみっちキャンパーを作りました。キャンピングカーに関する動画は今後チャンネルを分けてこっちで投稿していきますのでよろしくお願いします。去年2023年10月にハイエースのキャンピングカー e スピリットが納車となりました。納車時の動画は別のチャンネルで公開したのでそちらも合わせてご覧ください。あまり頻繁ではないんですが、納車からこれまで家族で十数回ほど車中泊しました。もちろん車中泊だけではなく通常の外出でもよく使ってます。今回の動画では我が家に納車されたハイエースのキャンピングカー e スピリットを8ヶ月使ってみて、満足な点、不満な点、そして車中泊をするようになって気づいたことなどをお話しします。これからキャンピングカーを買ってみたいという方や車中泊にチャレンジしてみたいという方に少しでも参考になれば嬉しいです。まずは去年納車された我が家のキャンピングカーロータス RV 車の e スピリットを簡単に紹介します。ベースとなっている車両はトヨタハイエース2012年式の200系、いわゆる3型です。まずこの e スピリットの一番の特徴はスーパージャンボルーフと呼ばれる大きなルーフが乗っていることです。このルーフにより車内を余裕で歩ける高さがあります。またルーフ内の前方はバンクベッドになってます。バンクベッドはあるんですがキャブコンではなくて元の車体を生かしたバンコンとなります。かなり目立ちます。よく二度見されるんですよね。今までスポーツカーなどに乗っていた際は眺められたり知らない人から声をかけてもらったりっていうことはあったんですが、それとはまた違った注目を浴びることができます。早速ですがこの車を買って満足な点を8つ紹介します。購入検討時、3人家族では e スピリットがでかいかな、もっと小さいキャンピングカーがいいかなと思ってたんですが、この車両にして良かったです。特にアクティブな息子が1人いるので、この車でも狭く感じてストレスになることがよくあります。今小学生でこれから体がどんどん大きくなるんで、車内はますます狭くなることでしょう。中学生になっても一緒に車中泊に行ってくれたらいいんですが、果たして行ってくれるのでしょうか。もっと広い車両に乗り換えたいと思うこともありますが、自宅の駐車場に停めることや出かけた際の駐車のことを考えると、この車のサイズが僕が運転するのにはちょうどいいギリギリの大きさかなと感じます。車内を立ったまま楽々移動できることは本当に良かったです。キャンピングカーイベントでもっと小さい車両を見ていた時に、ビルダーさんに家族3人であれば絶対ハイエースクラス以上がいいですよ。買っても半年で乗り換えることになりますよ。と言われたことに納得です。しかもそのビルダーさんは小さいキャンピングカーしか取り扱いがなかったので、正直な意見でありがたかったです。この e スピリットにはキャンピングカーとして必要な設備はある程度揃ってます。シンクとシャワーホース、冷蔵庫、ベンチレーターが装備されています。ガスコンロを使えば料理もできます。マルチルームがあるのでポータブルトイレを置けば夜間に外出しなくても済みます。まだトイレを置いたことはないですね。災害時の避難用になるので非常に心強いです。ただし電子レンジやエアコンはついてなかったので今後取り付けたいなと思ってます。移動する部屋という感覚が本当に好きで、どこに行ってもすぐくつろげるので気に入ってます。何回も RV パークを利用してるんですが、宿泊費を安く抑えられるというのも魅力です。オートキャンプ場よりも RV パークの方が安い場合が多く、1泊1000円台から泊まれるところが見つかります。RV パークではよくキャンピングカーを見かけるんですが、キャンピングカー好きの我が家はビルダーさんや車種名がわかるようになってきたので、あの車種が隣に止まってるよなどと盛り上がります。高速道路のサービスエリアは宿泊利用は NG ですが、仮眠は取ることができます。深夜に移動して仮眠を取れば ETC の深夜割引で高速料金が3割引きにもなりますし、日中の混雑を避けてお得な旅ができます。今まで普通車では深夜割引を利用したことは全くなかったんですが、e スピリットを買ってから利用するようになりました。前もって予定を決めて宿泊するホテルと違って、行き当たりばったりの旅でも泊まる場所に困らないというのが僕の性格に合っています。サブバッテリーとガソリンを使用して稼働する FF ヒーターがついてます。
真冬でも少量のガソリンで短時間であったかくなります。一晩使用しても燃料の消費量は1リットル程度で安全性も高く安心して使えます。この車を買って初めて FF ヒーターを使ってみたんですが、冬場は本当に快適です。雪山にいても車内は暖かくて最高でした。スキー場で濡れたウェアや板などを乾かすのにも良さそうです。意外にも乗り心地は非常に良好です。社外品でクスコのショックアブソーバーとスタビライザーが装着されているおかげかなと思ってます。フロントの減衰力は14、リアは13に設定してあります。走行時の車体の揺れをかなり抑えつつ快適なドライブが楽しめます。納車時はふわふわした乗り心地だったんですが、減衰力を強めに調整したところ快適になりました。肉の 2700cc のガソリン車ですが、街乗りでは加速が足りずに困るような場面はほとんどありません。高速道路も安全運転をする分には全く問題ないです。ただ風が強い時は少し怖い思いをすることもあります。今後整流板の取り付けを検討しているので、またその効果についてもご報告します。ワイドミドルのハイエースベースのバンコンで運転や駐車の際の取り回しもなんとかなり、コインパーキングも平面であれば止められることも結構多いです。後席をベッド展開して、あとはルーフにあるバンクベッドで家族3人が広々と寝ることができてます。特に嬉しかったのはバンクベッドの秘密の小窓から外を眺められることですね。僕と息子の夢だったんです。ついにその夢が叶いました。一人旅だったらテーブルで晩酌した後、ベッド展開しなくてもバンクベッドに飛び込めばすぐ寝られるのがいいですね。この車両に限ったことではないんですが、キャンピングカーはリセールバリューがいいので資産としての側面も持ちます。購入後10年経っても 50% 以上の価格で売却できるっていうことも珍しくありません。特にハイエースベースのキャンピングカーは高く売れると思います。長期のローンも組みやすいです。続いてこの車を買って不満に思えた点を8つ紹介します。許容できるし、強いて言うならっていう部分もありますが、快適な反面トレードオフとなる点もありますのでお伝えできればと思います。車重が2430キロほどあるため、さすがに急な上り坂は辛いです。2速に入れて踏み込めばなんとか加速します。峠道も苦手と言えます。後ろの車が詰まってきたらあまり無理せず避けて抜かしてもらうようにしてます。高速道路も上りがきつい場合は途半車線に入ります。それでも上り坂の加速はキャブコンよりはだいぶマシだと思います。我が家の e スピリットは4速 AT です。2017年の改良でハイエースは6速になったんですが、やっぱり6速が欲しいなと思います。もっと細かく自分でシフトチェンジしたい場面があります。また燃費にも貢献することでしょう。ただ、ハイエースの4速 AT は歴史が長く信頼性があり修理がしやすく、6速 AT の方がちょっと修理がしにくかったり、修理代が高くつくと聞きます。車体の価格も6速 AT になると年式が新しいこともあり、かなり高くなってきます。このあたり悩ましいところですね。高さがあるので、立体駐車場はもちろん、屋上駐車場なども高さ制限や重量制限で利用できないことが多い点は注意です。運転中に民家のひさしや植栽、そして標識や看板など車体の上部に気を使う場面が時々あります。得意な人はそれほど気にせず運転できるくらいのサイズなのかなとは思います。燃費はリッター7キロ台です。この年式のハイエース自体が燃費はあまり良くないようです。遠出するとガソリンがどんどん減っていくので燃料費がかかってしまいます。整流板やスロコンなどの取り付けで少しでも燃費が上がるといいなと思ってます。
クルコンがついてないので、高速道路の長距離運転は足がちょっと疲れます。今所有している軽自動車にもクルコンがついているので、できればこの車にもついてるといいなと考えてます。後付けできるようなので DIY でチャレンジしてみようかなと考えています。サブバッテリーは 105A の鉛バッテリーが1つ、インバーターは 300W です。最近のキャンピングカーでは大容量のリチウムイオンバッテリーを積んでいることも多くなりました。インバーターも電子レンジを使うなら 1500W は欲しいです。今後サブバッテリーを増設してみたいのですが、取り急ぎポータブルバッテリーとしてエコフローのリバープロを去年手に入れることができました。電気毛布や電気ケトルであれば十分に賄えるようになりました。電子レンジやエアコンの使用にはもっと大容量で出力が大きな電源が必要なので、今年の夏の旅はどうしようかなと思ってます。少しずつ対応していこうと考えてます。強いて言うなら、車中泊の際に全部の窓にシェードをつけるのが面倒というのもやや不満な点でしょうか。窓がシェード一体型のタイプになっていればすごく楽だなと思います。ただ純正の窓は視界が広いので、どうしてもトレードオフになるといった感じですね。フロントウィンドウはスクリーンタイプのシェードも販売されているようなので、今後取り付けてみたいです。このあたりこだわり出すとキャブコンの方がいいっていう話にもなってきてしまうので、ほどほどにあまり望まないようにします。スーパージャンボルーフがあるので、やっぱり洗車はかなり大変です。車体の方をメインで洗って、ルーフは時々洗うという感じにしてます。我が家には屋根付きのカーポートがあるんですが、家を建てた当初はまさかキャンピングカーに乗るなんて思ってもなかったので、Eスピリットを収めるには高さが足りません。カーポートの脇に止めてるんですが、屋根がないので困ったことに鳥の糞が大量に落ちてきます。庭に電線が走っているのが原因なんですが、洗車も大変なのでちょっと参ってます。以上が満足のいく点、不満な点です。キャンピングカーを買う上でどの車種にするのかというのは非常に悩ましい問題となります。一般的にはバンコンの方がキャブコンよりも走行性能は高いため、走行性能を取るか、車内の居住性や充実した設備を選ぶかといった観点でじっくり車選びをする必要が出てきます。また、キャブコンの方が総じて購入費用は高くなるでしょう。製造しているビルダーさんによっても特徴が変わります。ライフステージや生活環境、ペットと一緒に移動するのかどうかなど、車選びは家選びにも似ているように感じます。軽自動車ベースであれば、都会での移動はもちろん、道幅の狭い山道なども走行しやすいというメリットがあります。これからキャンピングカーを買いたいという方は、ぜひたくさんキャンピングカーショーや商談会などに参加してみてください。ベース車両は決めやすいと思いますが、車によって間取りが全然違うので、ぜひじっくりと実際の車両を見て使い勝手を確認してほしいです。この半年間で e スピリットとともに自宅や実家近郊となる関東甲信越を中心に旅をしてきました。中でも印象的だったのは冬の長野での車中泊です。雪道も安定して走行できました。雪中車中泊こそなかったものの、マイナス6度くらい前の寒さであれば宿泊はなんとかなるなという印象でした。また夜に写真を撮っていたところ、綺麗な星空とともに偶然火球が見えたことがありました。車中泊は夜気軽に車外に出て夜空を眺められるし、素晴らしいと思いました。2月には幕張にキャンピングカーショーを見に行きました。普段は駐車場で目立ちますが、この日ばかりは馴染んでいて面白いくらい全く目立ちません。福島の磐梯山、猪苗代湖、栃木の大谷資料館なども圧巻で印象深かったです。ゴールデンウィークは富士山の5合目まで行ってきました。途中で速い車には道を譲りましたが、問題なくたどり着けました。
道の駅で迎えた朝、車の窓から見る富士山が素晴らしかったです。キャンピングカーで自由気ままに旅に出られるという生活がとても気に入ってます。今後はもっと遠くまで日本各地を回りたいですが、どうしても仕事が忙しいので、もう少し時間的にも心にも余裕を作らないといけないなと考えてます。直近の課題としてエアコンがないので、これからの暑さはだいぶ心配です。なるべく涼しいところを目指して旅に出たいです。今後、特にキャンピングカーや車中泊に関して初心者の方に向けて情報発信していきます。またよかったら見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。